ジーズワールドへようこそ。僕は車いじりや DIY が趣味なので、すでにいろいろな工具を持っているのですが、それらはホームセンターやカー用品店で少しずつ買い集めたもので、ほとんどが有名なメーカーのものではありません。実際にはホームセンターのセット品などでも大きな問題があるわけではないのですが、前々からいつか高品質な工具を持ちたいという思いを持っていました。僕は以前航空機を整備する環境にいたことがあるので、真っ先にその時に使っていたスナップオンと KTC を検討したのですが、単品ならともかくセット品はなかなかいいお値段でちょっと予算に合いませんでした。なので他のメーカーにも目を向けていろいろ比較検討した結果、品質に定評があって比較的価格も抑えられている利根の工具に惹かれたので、今回利根のツールセットを購入しました。工具の数は70点のものになります。ちなみにこのタイミングで工具セットを購入したのは、普段乗っている車の方でブレーキの整備をしなくてはならなくなったので、早速使える機会が来ることと、あとは作業のモチベーションアップが理由です。ちなみに聞いた話によると、利根の工具セットを買うと工具の形をしたトレイに一つ一つの工具が収まっているのではなく、全部まとめて雑多に放り込まれているらしいので、傷がついていたりということはないと思うのですが、ちょっとそこだけを不安に思っていたりします。それでは早速開封していきたいと思います。それでは順番に見ていきたいと思います。まずは一番楽しみにしていた差し込み角が 9.5mm のラチェットハンドルです。これは利根のフラッグシップモデルで、端数が74枚のものになります。送り角は5度という細かさなので、狭い場所での作業がはかどりそうです。次はクイックアダプターです。ラチェットハンドルと組み合わせることによって、ボルトナットの仮締めから本締めまでがスムーズに作業できるので、あると便利なアイテムですね。これは単品売りもされていて、 Amazon のソケットレンチアクセサリーのカテゴリーではベストセラーになっているようです。残りも順に見ていきます。 8mm から 19mm のソケットです。エクステンションバーです。メガネレンチです。スパナです。ドライバーです。これは貫通ドライバーになっていて、後端を叩くようなパワープレイも可能な仕様になっています。質の高い工具は先端がネジにぴったり合うので、そんな使い方をする機会はないという考え方もあるとは思うのですが、実際には潰れかけていたり、すでに錆が浮いたネジを外すような機会もあるので、いざとなったらそのような使い方もできるというのは心強いですね。次はモンキーレンチです。これは本当にガタが少ないですね。アジャスターの動きも滑らかです。せっかく質の高いメガネレンチとスパナがあるので、これでボルトやナットを回すようなことはあまりしないと思いますが、いざとなったら使ってみたいと思います。次はコンビネーションハンマーです。樹脂部分は使っているうちに傷がついたり削れたりしてきますが、利根からリペアキットが出ているとのことなので、長く使っていけそうです。ニッパーとプライヤーです。ガタが少なくスムーズな動きでいいもの感がありますね。特にニッパーは無理な切断をして刃をダメにしないように気をつけていきたいです。ビットラチェットセットです。プラス、マイナス、ヘキサゴン、トルクスが入っています。
ボールポイントヘキサゴンです。ビットラジェットでも対応できないボルトをカバーするものになります。あと、僕が購入したのは Amazon の限定セットなので、おまけとして4つのオリジナルグッズが入っています。おまけの中で一番気に入ったのはラチェットメガネキーホルダーです。本物の工具と同じ生産ラインから生まれたキーホルダーで、実際の使用に耐えうる強度を持っているとのことです。長さは短いですが、本格的な首振りタイプのクイックラチェットで、キーホルダーとしては無駄にしっかりしている感じがします。10ミリやバッテリーターミナルの着脱をはじめとしてよく使うサイズなので、どこかにつけておきたいと思います。続いてはロゴ入りの T シャツです。これはいかにもおまけといった感じですが、スポーツ生地なので夏場の作業では活躍しそうな感じです。利根のマークが入ったワークグローブです。ワークグローブは消耗品で使うとすぐボロボロになってしまうので、ちょっと使うのを躊躇してしまいますね。そして最後はステッカーです。整備の現場では工具箱の識別に役立つシーンもあるのですが、個人のガレージだとちょっとどうしようかなという感じですね。それでは全ての工具をトレイに収めていきたいと思います。事前に聞いていた通り、本当に工具が雑多に詰め込まれていて、そこは日本製ならではの気遣いが欲しかったところですが、工具の質自体は間違いないと思いました。今後はこれらを使って車いじりや DIY をさらに楽しんでいきたいと思います。なお、ツールセットは各社から実に様々なものが販売されているのですが、僕が購入した70点の工具が入った Amazon 限定のセット品は幅広いメカニックにマッチするベーシックモデルを謳っているだけあって、セット内容のバランスがいいと思いました。車やバイクはもちろん、一般的な産業機械の整備で使う基本的なものが一通り入っているので、あとは使う人の作業によって足りないものを足していけば多くの人にマッチするのではと思います。Amazon 限定のセット品がいつまで販売しているかはわからないのですが、他にも近い内容のツールセットがあるようなので、ぜひ一度概要欄のリンクから確認してみていただければと思います。それでは今回の動画は以上となります。次回は早速今回使ったツールを使ってブレーキ整備の内容をお届けしたいと思っていますので、高評価やチャンネル登録で応援してもらえるととても嬉しいです。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。